こんにちは。こんにちは。所沢園芸の鈴木裕樹です。よろしくお願いします。はい。1年ぶりの園紹介。はい。新しい木とか、紹介してもらえる感じですか。はい、わかりました。1年経ったら結構変わってるかなとは思いますね。これほら。去年 YouTube の動画で作ってる。だいぶ落ち着いてきて。その隣のもそっかな。これが。あ、そっちか。あ、こっちか。これはウォータースライダーね。ウォータースライダー。今ちょっと外してますけど。ここら辺はでも木がすごい太ってきた。ね。1年とか2年で。はい。ここら辺は好きとか心拍、植え替えたての雑木を今置いてるんですけど。うちの場合はやっぱり今中品くらいのサイズの木が需要高いかな。あ、そうですか。大きい木置く場所がないっていう方がやっぱ都内とかからいらっしゃったりとか郊外からいらっしゃるんですけども、でここら辺は植え替えた雑木今もう出しちゃってます。いい木がいっぱい。そう、いや植え替えは愛ですからね。植え替えは木に対する愛ですから。あ、そうですか。何かいいのがあるか。あ、これちょっと変わってる樹種ありますよ。これですね。よく柚子とか一切レモンって盆栽の柑橘系として流通してますけど、これ峠がすごいの。何の樹種でしょう。あ、読んじゃった。これグレープフルーツです。ジュースって言いそうな。そう、これグレープフルーツの模様木で。こんな感じなんだ。何回もアルミ線かけようと思ってるんですけどためらっちゃうんですよね。いや、これ危ない。血だらけになるなと思って、もうちょっと暖かくなったら植え替えようかなと思ってますけど、果たしてね、本当に花が咲いて実がつくのか。僕も冬場に買ってるんでちょっと楽しみ。でこれはもう持って3、4年経ちますかね。五葉松の福娘。立派だ。はい。やっぱガンガン水やってガンガン水くれても葉っぱ伸びない。はい。で肥料もたくさん今あげ始めたばっかだから4つくらいしか乗せてませんけど、結構やっぱ倍くらいはこれから乗せるかな。最近気づいた。何ですか。最近気づいたんだけど、僕五葉の値上がりすごい好き。値上がりの半径がすごい好き。古い木は特に。はい。最近なんですね。今気づいたね。今ね。よく考えてみると。これ建物をなんか工事中ですけど。はい。今店舗の改装工事をやってまして、2026年の6月上旬にオープン予定なので、ぜひ来てください。皆さんよろしくお願いします。園芸の方。そうですね。園芸の方の建物になるんですけど、今だからその仮囲いがこっちまで来ちゃってて、ちょっと盆栽の棚が少ないんですけど、木の数前と変わってないです。なるほど。はい。置き場に苦労してますけど。セールとかもやるんですかね、やっぱ。最初はね、オープンした時はセールやるようでしょ。盆栽もやりますかね。盆栽はちょっと検討中。手頃な素材見つけてやろうかなとも考えてます。ノベルティックバッターとかね。フェスやりますか、じゃあその時に。死んじゃうでしょ俺。フェス、所沢園芸フェス。その日に。3日間ぐらい。屋台。でもキッチンカー呼ぼうかなとか今いろいろ考えてる。そう、まだでもやりましょうよ。一緒に。死ぬで俺。死んでもらって。死んでも使わないじゃん絶対。死んでもらって。これは。いい木。私自愛の山もみじね。これずっと作ってるんですか、じゃあ。でも1年まだ半くらい。昔持ってた方のところでずっと見てて、それを。でそれが売りに出るっていうんで入手したんですけど、なんか若かった時の思いというか、乗っかってるんだ。こういう木を持ちたいなみたいなのがね、一つ目標であったから、しばらくはまだ園に置いといて作る予定です。なるほど。あとはこれはさっき見た木ね、寒組とか獅子頭とか、今木蓮の姫こぶしの花がきれいに咲いてきて、あとこっちにも雑木が、今雑木が多いかな。雑木がちょうどね、こう山もみじとか芽が吹いてきて、春っぽくなってきましたね。はい。それ石付きのカリン。あとカリンなんかも早いものはもうここまで葉が花がもう花がついちゃうくらい。これは
黒松だけど模様き黒なんだこれ。黒松。黒っぽい。そうそうそう。でも幹の模様がねなかなかない作りじゃない？黒松。赤っぽいよね。赤っぽい。そうそうそう。でもこれ黒松。だから心拍の一式か。もう僕がつけたわけじゃないんですけど、つけられてからめちゃくちゃこれ年数経ってると思う。そうなんだ。はい。何本ついてんだろうね。多分一元じゃないとは思うんだけどね。一緒になってきた。はい。あとピラカン、カエデ、錦木、梅もどき、ハラスモクレン、イワシでいっぱいありますね、臓器が。すごい。もちろん初心者向けのもあったりする。ありますよ。はい。結構ね、この辺もいいですね。これはね、さっき話してたけど。ヒノキね。面白いですね。なんかね、このまま平石につけるのは簡単なんだけど、なんかもっと個性が出るような気がして、ずっとこのまま。何巻でしたっけ？21巻。21巻寄せ植え。すごいですよ。これでももう一回枝を半分くらいには間引いたんですけどね。でも、枝増えてきちゃう。なかなかね、ないですよね。面白い。これ1個ジこれ？はい。皮が剥きにくくてね。あと最近仕入れたのはこれ。バオバブ？バオバブ？じゃないっす。イワシデです。ですよね。はい。イワシデの中品。すげえなこれ。はい。取り木なのかな。ここ半年くらいイワシデの中品の木が欲しくて。なかなか売ってないですよね。別にどなたかに持ってほしいとかは全然なくて、個人的に欲しかってで面白いじゃないですか、着方が迫力あって。すごい。はい。これもうちょっと粘りができたらもう完璧。いやもう完璧ですよ。もうちょっと枝作っていけば。すごい面白い個性的な木になるなと思って、個性的な木好きねやっぱ。これは楽しみ。あれね、初心者編というか初心者編結構ここの心拍がやっぱり人気かな。これもでも初心者中級者ぐらいじゃない？やっぱね、盆栽始めたい方皆さん、ちっちゃいのから始めたいっていう方たくさんいらっしゃるんですけども、あんまりおすすめは初めての人にはしないかな。小さい盆栽の方が水管理が大変だって。おっしゃる通りです。はい。ね、盆栽大野さんのミニサイズが可愛いけどね、あれはもうまとめて一区画でしっかり水管理しないといけないから、1本だけあるとね、どうしても忘れちゃったりっていうのが、水やり忘れちゃうと致命傷になりますから。まあこのくらいの寸法で。でも結構芸が。そうです。これで木によって値段変えてます。こっち2万円だけど、こっち3万円とか。やっぱり僕おすすめするのは最初心拍かな。心拍、このぐらいのサイズだったらね、そうそう枯れないですもんね。そう、土の容量も確保できるし、それこそ針金掛け、陣舎利作り、気に入った鉢への植え替えとかもね、ある程度できるしやすい寸法になってます。なるほど。はい。とかね、こういう風によく動いてるのもありますし、これで2万円とかかな。安いかも。そう、深谷の方で生産されてる方に分けてもらって。2万なんだ。2万円。これで作ったらもっと全然疾走ですもんね。するね。ただね、始めたいっていう方向けにあくまで用意してるもんなんで、価格はお求めやすい値段、価格をつけております。確かに2、3000円ので買ったやつよりはこっちの方が最初やる気出るかも。かもしれない。うちはそういうスタンスかもしれない。やることも多いしね、心拍だから。それもいいけど。これはその口のやつを1個ちょっとね、養護剤ついちゃってるけど化粧鉢に植え替えて、ね、鉢変えるだけでだいぶ印象変わるでしょ。ね、もうできそうな。そう。で持った中でね、やっぱ幹の動きであったり太さもあるから、なんか盆栽やってますっていう感じ出るかなと思って、人に見せれる。そうです。これやってればね、盆栽やってるって見せれますから、あとは今ちょっと雑木のライトな感じのやつちょっと少ないかな。あっちにあるけど、でももっと結構ライト値段もついてない。これはね、清瀬のお客さんとかが、近所のお客さんが作ってる口ラカンとかってね、展示会とかも出される方なんで、木筋をちゃんと見据えながら作ってるもんだから、こういう動きがあったりとかね、カエデ、ケヤキとかです
ですね。そういうのもあるはあるね。あとね、最近所沢園芸ケヤキ好きだよねってよく言われるんですよ。はいはい。確かに見てみるとケヤキいっぱいある。でなんでかなって考えたら、大きな、バイパスみたいな通りとかもやっぱこの辺りと西東京とかはケヤキの街路樹が多いんですよ。でそういった影響もあってか、ケヤキをこう種を取ったり刺したりって作られる方が多いんですよ。愛好家の人。そうですそうです。なんで入手する機会が多いんでケヤキが多いのかもしれない。あとこれはね、キブシ。これキブシ。キブシ。このキブシの花すごい好きで。でキブシって幹パンクしやすくて焼けたりしてるんだけど、これ丸幹なんですよ。傷がなくて。割れるの？結構水が好きな樹種なんで、上から怠ったりとかしちゃうと、もう根の行きどころなくなったりすると幹が裂けちゃってそこからパンクしちゃうんだけど、キブシはね、なんか藤のちっちゃいバージョンみたいな感じで結構好き。でも渋いよね。渋すぎるくらいの花。あとはここら辺は今商品寄付サイズくらいのものが多いですね。チラシ結構今やっぱ人気ですね。お客さんの間ではやっぱ理由としては、夏くらいになるとね、バンバン葉っぱ買ってもすぐ吹いてくるし、木が作りやすくてできるし。そうですね。やっぱ温暖化の影響で日本の平均気温も上がってると思うんで、俺はね、これから南国系の植物が人気になってくると思います。例えばちりめんとか寒組もそうだし、クチナシであったりとか、そういった暑さに耐性のある種、割と外出しっぱなしでもクチナシ全然大丈夫だし、寒組もねそうだけど、ちりめんもですけど、そういった木これから俺人気出てくると思いますよ。あとは長寿梅も多いね。長寿梅、あそこに長寿梅のいいですよね。これもね、お客さんがこういった長寿梅よくうちで来たことある人分かると思うんですけど、多いのは都内のお客さんで生産してる方がいます。でその方に分けてもらって販売してます、ね。花がすごいな。そうですね。でわざと深めの鉢に入れて根がこうよく回るようにされてる。寝伏せとかもできちゃうよと。できちゃうよと。でそれすごいしっかり。本格的な盆栽もね、展示会とか出される方なんで、この長寿梅の株立ち樹形になりやすい特性を生かして作ってる。立派ね、木がいいんですよ。これもね、こう草冠っぽい感じになってるけど、こういう面白く作ってるのありますね。だから間延びしてないね。しっかりとこうちゃんと止めてるんですね。そう小さくなるように追い込んで作ってるんで、ね、これもなるべく早く花取りたいんだけど、あとは入門編の方におすすめありますか？こういうのもあるんですね。これはね、長寿梅。さっきの方とはまた違う方が作ってるんですけど。でもこれ寝伏せかな曲がってますよね。曲げてる、これね、1杯消費税込み5000円なんですけど、こういうのもあれば、こうやってまたちょっと似てるけど、これとこれ似てんな。こうやってねじ込んで作ってあるやつもあるし。寝伏せなのかな。寝伏せかな。こんなんでも曲入んないですよね。ね、だから人工的に入れてるのかどうか。こういった。寝伏せっぽいな。こういったのもありますし、僕らなんかはやっぱね、石付き作るんで、その添えとして長寿梅をよく使うんですけど、この散歩だと使いやすいんですよ。なるほど。ちっちゃく詰まってるから。やっぱりね、シラシラが吹いてきてる。今撮影は3月の23日ですか。東京の方とか神奈川の方はもっと葉っぱ進んでるんじゃない？静岡もそうだけど、暖かい方は。この迫力があって結構太いな。輪郭できてきてますしね。そんなとこっすか。中見ていいですか？室の中どうぞ。どうぞ。これはね、去年の夏過ぎくらいに作ったやつ。やっぱ夏ぐらいとか秋ぐらいに心拍の植え替えってあんまり良くないってよく言われるんですけど、それもあるし、寒さに今もうこのくらいで外出しちゃうとね、なんか違和感があるんですよ、水やりしてて。だからもうちょっと暖かくなってから
出そうかなと思って今まだ動いてきてます。こういうとこ入れてるから葉の色がね。そうですね、ここ朝日だけは当たるんで。いいですね。またこれはこっちが前だったんだけど、植え替える時に気に入らなくて表裏を変えて商品の羽出しで使えるようになるような糸を持って枝を抜きまして、植え替えて、まだ枝数少ないからね、もっと培養しないといけないんだけど。もしあれすごいですね。これはあれ100回に中品で展示した木です。はい。すごいなこれ。どうなってんの？こっちですね、くっついてるのね。そうです。はい。どうなったらこんなの？で私ももちろん買う時にはすごい注意してみたんですけど、ここつけてあるのかなって思ったんですよ。ただ見ても分かんないし、ついてないと思う。まだシャリがカチカチなんで、これはもう間違いなくこの木のシャリだと思う。ちょうど下がね、ここについて支えてくれてる。そうです。展示してある時はね、展示する前かはもうここは土の中に埋まってた。でもそれを出すためにちょっと角度変更して丸鉢に入れて出しました。これいい木だわ。これかっこいいですよね。おしゃれな感じが。これもね同じく立派。100回で中品の添えで展示で使ってもう売りに出てはいるんですけど、なんかこのサイズなのにこの太いシャリとかって大物の雰囲気を感じますよね。でこの木は2年くらい持ってるんで、もう葉っぱも落ち着いてきたし、高そうすごい見てる人目線はい、こういうのがあったりしますね。もうなんかでもこんなもんしかないっていうか衣替えとかもやってるんですね。そうです。ちょっと教えていただく機会がありまして、黒松と心拍とはい、心拍挑戦中。でもそうか歌唱がね違いますね。確かにそうですね。こっちはでやっぱそんなに悪くないような気もする。これ悪くないんですけど、やっぱ間延びしちゃった状態で僕手に入れたんで、もうちょっと締まって作りたい。なるほどね。現状でこれだけ枯れ枝も出てて、作も土もすごいいいわけじゃないから、これはつくかちょっとね際どいところなんですけど。なるほど。挑戦。だから間延びした枝を詰めるためにこっちはやってる。そうです。挑戦。これは10年ぐらいかかるんじゃないかな。これも一緒か。じゃあこれは黒松間延びした黒松をついでるんですか。そうです。はい。ついた時よりちょっと芽伸びてきました。水苔入れてるんですか。そうです。乾燥させないためにね。はい。でここの裏枝は丸々取っちゃうっていう元の構想がありましたんで、ここら辺とかこの裏側の元の方にちょっと裏枝だけそうですはいやってみました。すごいね。まだね人に教えられるほどの実績がないから。じゃあ実績作ったら実績を作ったら紹介お願いします。あとなんだろうな、売店で買ったのはあれだ。これ結構気に入ってる。これ赤身のピラカンらしいですね。ピラカン。古そう。なんか裏に一枝あったのかなっていう木型なんですけど、ここね。そこ割にあったっぽいじゃない。でそんなことない。ないんだ。はい、もともとこの三角。こういうのね枝下ろしたりできないから。もうハサミでね、どんどん追い込んで孵化していって作っていくようですけど。というわけで、はい、皆さん見ていただいてありがとうございました。いつでも空いてるんでしたっけ？今は平日は閉めてます。土日だけ？土日だけの営業になります。祝日は？祝日はやったりやんなかったり。お電話で確認。お電話で確認してください。お願いします。はい。盗難の防止のためにそういう風にしてるんで。はい。で多分紹介前したから後悔しなかったんですけど、石もね結構ありますよね。はい。イメージはこれだけあっても合わないが僕らでもあるくらい。はい、数はありますので、ウイスキー作りたい方はぜひ来ていただいたらアドバイスというかね、こうした方がいいんじゃないとかも全然言うんで、これは気軽に。盆栽教室もやってますんで、はい、今ちょっと定員がとても多くて募集を停止してますが、再開する場合はホームページ等でお知らせしますので、そちらをご確認していただければと思います。教室の環境いいですからね。そうですね、今の時期だと、土曜日日曜日で7、8人6人とか7人くらいで植え替えをやったりしてる日もあるのでね、僕のなんかその目標じゃないんですけど、やっぱちゃんと来てくださった方は自分の目で
木を見てアドバイスをしたいので、見れる範囲で生徒を入れてるってことですね。皆さんね時間割いて来ていただいてますから、なるほど。で店舗の方が6月にね新たにオープンしますので、その時はねもちろん盆栽園の方も6月くらいからオープン平日もできるかなって考えてますので、フェスもあるかもしれないし。ちょっと今飛行機のはい、そんな感じで考えてます、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。この度ですね、同級生が、DIY デビューをお手伝いする会社を作りました、WithDIY の天野さんです。よろしくお願いします。どういった事業の内容でしょうか。DIY をやりたい人に DIY のやり方を伝えて、で道具もレンタル、で、必要な方には一緒にやるっていうところまでやってくれるんだ。サービス内容です。はい。じゃあちょっとした外交とかは頼んだらやってくれたりするんですか。そうですね。で数量を拾ってやり方をお伝えしてで一緒にやると。おお、なるほど、じゃあまさにこういう毎日盆栽の棚見てるでしょうから、盆栽のコーナーを作りたいという方にはそうですね、ぴったりじゃないかと思って棚を作りたいと、インスタグラムとかで検索すれば出てくるのかな。そうですね、インスタでも出てきますね。はい、じゃあ動画の概要欄に URL とか貼っとこうか。そうですね。はい。一応所沢 DIY ってやってるから。所沢 DIY で調べれば出てくる。そうですね。ということなので、ぜひちょっとした外交をやりたい方。そうですね。ね。やっぱ職人さんがかかる金額の約半分ぐらいでできますんで、実際にその頼んだ人もやるってことですよね。そうですそうです。一緒にやると。実際にフェンスもうちやってもらいました。そうです。やりましたんで。そうですね。4、50万かかるのがやっぱり半分ぐらいやれるので、ぜひご興味のある方。出張はどこまで？出張は埼玉県内で考えてるんで、できれば埼玉県内の方にお問い合わせいただきたいなと思ってます。はい。以上紹介になります。棚欲しい方はぜひ。はい。そうですね。はい。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。